こんにちは、みゆです。今回はルーマニアの歴史でもすごく重要な要塞都市アルバユーリアと満開のひまわり畑をご紹介します。この日はシビウ旅行の2日目ということで日帰りで行ってきました。この時期、シビウは毎年アートフェスティバルが開催されていて、私たちもそれに合わせて4泊5日で滞在しています。前回の動画では世界一美しい道路とも言われる絶景トランスファガラシャンをドライブしたり、野生のクマに遭遇したり、盛りだくさんの一日をお届けしました。まだご覧になっていない方はぜひそちらもチェックしてみてください。それでは2日目スタートです。アルバユーリアに向かってます。アルバユーリアはルーマニアの歴史の中でも特に重要な要塞都市で、現在のルーマニアが成立するきっかけとなった1918年の統一宣言が行われた場所として知られています。この日はカンカン照りで気温は32度程度だったのですが、じりじりと肌を焼くような日差しで体感的には40度近く感じました。肌の白い夫はかなり辛そうでした。Are you feeling relieved in the shade? You look happy already. 街の第一印象は規模は小さいけれど日本人がイメージするようなヨーロッパの歴史都市といった感じでした。この日は平日だったので見られませんでしたが、土日正午には中世の衣装をまとった兵士たちによる衛兵交代式が行われるそうです。最初に訪れたのが街の中心にある立派な東方正教会ルーマニア統一大聖堂です。ここは1918年のルーマニア大統一の象徴として建てられた教会で、1922年に初代国王フェルディナンド一世と皇后マリアが戴冠式を行った場所でもあります。ちなみに前回の動画で登場したカロル一世は統一前のルーマニア王国の初代国王で、今回のフェルディナンド一世はその甥にあたる人物です。暑さにぐったりしていたところ、街角で珍しい人たちに出会いました。実はこれ聖堂の市民像と呼ばれているもので、17世紀頃のアルバユーリアに暮らしていた兵士や町人、子供たちなどを再現したブロンズ製の等身大のアートなんだそうです。この門は18世紀に建てられたもので、ハプスブルク帝国時代の影響を色濃く残すバロック様式の代表作なんだそうです。自転車を借りて堀内を走ることもできたみたいなのですが、さすがにこの日は暑すぎて私たちは断念しました。アイスで体を少し冷やして向かったのはこちらのルーマニア統一博物館です。1918年、現在のルーマニアの誕生に大きく関わる統一宣言が行われた歴史的な建物で、現在はその出来事を記念した博物館として公開されています。中には当時の写真や実際に署名された文書、当時使われたとされる机や椅子、衣装、国王夫妻に関する展示などがあります。夫曰く皇后マリアの方が国民の間では人気が高いらしく、特に第一次世界大戦後の国際交渉でルーマニアの立場を強く主張したことで国民的な英雄のように知られているそうです。博物館の奥の展示にはルーマニアが共産主義体制だった時代の生活の様子も紹介されていました。小さい頃、夫のお父さんの唯一の楽しみは密輸されて出回っていたこのような外国のコミックだったそうです。最後にアルバユーリアで最も古い建物の一つ、聖ミカエル大聖堂を訪れました。13から16世紀にかけて建てられたゴシック様式の教会で、ハンガリー王やトランシルバニア大公の墓所もあり、非常に由緒ある場所です。要塞をたっぷり楽しんだ後はちょっと足を伸ばしてテラッサ・ヴィーロールというレストランでランチをいただきました。お肉好きの夫は豚、牛、鶏に野菜までついた豪快なグリルプレートを注文しました。私はマッシュルーム入りのクリームソースがかかったチキンを選びました。
で、シビウに戻る前に私のわがままでひまわり畑に寄ってもらうことにしました。舗装が一切されてないガタガタの道をタイヤがパンクしないかドキドキしながら進んだのですが、気づいたらひまわり畑はまさかの線路の向こう側でした。仕方なく引き返して別のルートから再チャレンジし、ようやく目的地にたどり着きました。And lots of bees. Look, zoom in on that one. The big one. Closely. Go closer. That's true. They're taking the pollen. Wow. But that's a good idea. That's why they put the hives here. 実はルーマニアはヨーロッパでひまわりの収穫量がトップ。そして蜂蜜もヨーロッパでは常に上位3位以内の生産量なんです。Crazy. Wow, yeah. And look at the bees. シビウに戻ると街はすっかりお祭りモードで賑わっていました。ルーマニアの歴史に触れるアルバユーリアの街歩きと満開のひまわり畑の景色楽しんでいただけましたか？次回はシビウの街歩きや市場、そして賑やかなフェスティバルの様子をお届けしますので、ぜひお楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。